現在日本で普及している言葉の中には、外国語由来のものが多く存在します。例えば、タバコという言葉は、スペインやポルトガル語のタバコから、瓦はサンスクリット語のカパーラから、カンパはロシア語のカンパーニアから、すっかり日本に馴染んで漢字が当てられている言葉もあるので、もともとは外国語かも、なんてなかなか気づかないですよね。日本での外来語は貿易の影響でポルトガル語やオランダ語から来ているものが多く、言葉の由来から今までにどんな国や民族と交流があったのか、歴史的背景を知ることができますね。さて、本日ご紹介するのは、日本が西洋と貿易を行うよりもさらに昔に編纂された古事記と日本書紀に登場する言葉です。日本最古の歴史書に登場する言葉が遠く離れた国の言葉で解読できるとしたら、あなたはどう考えますか？古事記、日本書紀では国家の歴史が神々の代、神代から説かれています。それぞれで細かい描写は異なるものの、天地創生に始まり、イザナギ、イザナミの国生み、アマテラスとスサノオの葛藤、ヤマタのオロチ退治、大国主の国づくりと国譲り、天孫降臨、海幸彦、山幸彦の兄弟争いなどを経て、初代天皇とされる神武天皇の統制から人世へとつながっていきます。古事記では、イザナギとイザナミの結婚式の話が出てくるのですが、その中に出てくる言葉が古代ヘブライ語、つまり古代イスラエル、ユダヤの民の言葉で読み解くことができるのです。雨の御柱の周りをイザナミは右回りに、イザナギは左回りに回り、真ん中で出会ったところでこう言います。イザナミ、アナニアシ、絵を解こう。イザナギ、アナニアシ、絵を止めよ。一般的には、それぞれ、ああ、なんといい男なんでしょう。ああ、なんといい乙女なんでしょう。と訳されています。しかし、古代ヘブライ語で読み解くと、アナニア氏は、私は結婚します。絵を解こうは、素晴らしい男性と、絵を止めよは、素晴らしい乙女と、という意味になるのだそうです。驚くことに、先ほどの柱の周りを回るという行為は、ユダヤ教の結婚式でも見られる儀式なのだとか。これはただの偶然なのでしょうか。そもそも、イザナギという名前も、もともとは旧約聖書に登場する預言者、イザヤに由来しているのではないかという説もあります。イザヤはヘブライ語で神の救いを意味し、イザは救いを意味します。ナギはヘブライ語で王子、統治者の意味があります。日本では、神道の神官のことを昔からネギと呼びますが、これもヘブライ語、ナギが由来なのではないかという意見もあります。つまり、イザナギは救いの王といった意味になりますね。また、ヘブライ語には、ナギと同義語のナミと発音される言葉もあるそうです。これが、イザナギ、イザナミという名前を生んだのかもしれませんね。この他にも、ヘブライ語と関係があるのではないかと言われている言葉が登場します。初代天皇である神武天皇の別名であるカムヤマとイワレビコ、スメラミコとは、古代ヘブライ語で神のヘブライ民族の高尚な創設者、サマリアの大王という意味になるそうです。また、神武天皇は和王権の地方組織であった県の長にアガタ主という称号を与えたのですが、ヘブライ語でもアグダは集団、ナシは長という意味になるのです。他にも、神々が住むという天上界、高間ヶ原に似ている言葉も指摘されています。現在の
トルコ南東部にあるタガーマ州ハラン。ハランは古代の商業、文化、政治、宗教の中心都市であった場所で、現在は非常に貴重な考古遺跡となっています。ハランはカナンの地へ行くように命じられたイスラエルの始祖、アブラハムがカナンの地に移る前に住んだ場所ともされています。タガーマ州のハラン、タガーマハラン。確かに高間ヶ原に聞こえなくもない気がします。日本神話の高間ヶ原は、この地が由来となっているのでしょうか。いかがでしたか？危機に登場する言葉ではなくても、ヘブライ語が由来となっているのではないかと言われている日本語は多く存在します。相撲の取り始めに行司が発するハッケオイ残ったは、ヘブライ語では、撃て、やっつけろ、打ち破れという意味。重たいものを持ち上げたりするときに使うよいしょはヘブライ語で神よ救いたまえ。ソーラン節の一節であるヤーレンソーランはヘブライ語で一人で喜び歌う。途中に出てくるちょいややさええんやんという不可解な歌詞もそれぞれ前進する、まっすぐ目指すという意味になるそうです。確かにハッケオイ残ったもよいしょもヤーレンソーランもよく考えてみると日本語とは思えない意味不明な言葉ですよね。一方で古事記に登場する豊玉姫の歌は古代ヘブライ語ではなく古代シュメール語で読み解けるとも言われています。古代イスラエルと古代シュメールの関係性については定かではありません。しかし戦術のイスラエルの始祖アブラハムの故郷が古代シュメール人の都市国家であったウルだと言われており、高度な文明を築いた後に突然姿を消してしまったシュメール人の一部が北西へ進みイスラエル国家を築いた。つまりそれがアブラハムなのではないかとも言われています。シュメール人については以前当チャンネルでも詳しく紹介しましたので、よろしければそちらもぜひご覧くださいね。人類は言葉を使って社会を形成し、移動し、種を繁栄させてきました。言葉の由来を調べるということは、人類、そして日本人の歴史がわかるということなのかもしれませんね。それでは、次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。